はい、ということで今回も引き続きこちらリザードですね、楽しんでいこうと思うんですけど、前回の動画の最後でお話しした改造をして走らせていこうと思います。とはいえまだですね、ほぼほぼノープランなので行き当たりばったりで、とりあえずはこのリザードをリードにするためにさばいていく。よし、じゃあさばいていこう。オープン。あ、なるほど。よいしょ。ここにボディポスト折ってるんだ。めっちゃかぶっとる。弁当箱みたいだな。まずはこのカバー取るか。入らん。じゃあこっち。いいね。ネジはこんなもんかな。オープン。ほほほ。なるほど。まずこれが EC 兼受信機かな。でモーターが380サイズで、スマホがどこだろう。なんか怪しい膨らみが。ちょっとこう取っていこう。これでモーター取るかな。スイッチ外してサーボが取れて、あとはこの基板がここ取ればいけるかな。こんな感じ。よし、これでメカレがありましたね。カラカンだな。ということで、このマシンに乗せていくのはこちら TRE01 っていうですね、タミヤの ESC 受信機一体型のユニットですね。これでファインスペックで動かしていくということで、私はやっぱりここかな。ここでいこう。じゃあまずはこの耳を切り落としていこう。タイヤが邪魔になってきたな。もうちょっとルーターっていっちゃおうかな。ギリギリ乗るけどどうかな。もうちょっと削りたいような気もするけど、なんかここは合成パーツを兼ねてる気もするんですよね。どうしようかな。まあでもスパートのクリアランスもある程度あるんで、これで仕上げしていきましょうか。うわー、絶妙。デスパーのカバーもうふー、シンデレラフック。よし、じゃあ次サーボかな。はい、それでは今からですね、ステアリング周りをやっていこうと思うんですけど、その前にですね、ここを見ていただくとトリムのグリグリ調整があるじゃないですか。これがですね、中を見ていただくとなんかバネみたいなのが入ってるんですよね。どうやらモーターじゃなくて、このバネの力だけでセンターを保持してたっぽいんですよね。ということで今回はですね、もう潔くこの子にサーボを乗っけちゃうと思います。で使っていくのがこちら、表彰のミニサーボですね。いろんなメーカーからこういった小さめなサイズのサーボって出てるんですけど、お家にこれが転がってたのでこれでいこうと思います。でこれがですね、デジタルサーボなんですよね。TRE01 って動くんかな。まあそれは一旦置いときまして、これをですね、このもともとモーターが乗ってた部分に入れようと思うんですけど、ここと同じように切って削って、うまいこといくようにやってみようかなと思います。これでうまいこと動くかどうかわからないんですけど、ぶっ壊すつもりでやっていきましょう。
オッケー。でサーブを入れるとシンデレラフィット、いい感じ。ここからが問題なんですよね。このサーブからワイパーまでのリンクどうしようかな。ちょっとバラそう。ひもバネも外しちゃおうかな。多分ネジ1本。よし。意外に反力あるなこれ。よっしゃ、今からですね、この部分をいい感じに加工してなんかうまいことできるようにやってみようと思います。ちょっとですね、ちょうどいいものを見つけたので、これを加工してつけてみようかなと思います。純正のサーブマウントですね。多分 DF02 のやつで、本当はですね、これがこういう L 字だったらよかったんですけど、こういったものを改めて作るのも大変なので、今回はこのサーブマウントを、こんな感じで止めてうまいことやってみようと思います。はい、ということでネジ2つで固定しつつちょうど良さそうなピロがあったので高さを稼ぎつつこんな感じになりました。これ多分いけるんじゃないかなと思うんですけどね。多分どうかな。お、これ良さそうだね。わあ、よげ。よし、じゃあつないでいこう。お家にあった適当な本をつけます。ここじゃアジャスター、これちょっと長いな。ここだとこんなもんかな。 27.4。いい感じだね。よいしょ。目が邪魔だね。よし。よげ。よし。じゃあ無事サーブも乗ったので、一旦ステアリングだけ動かしてみますか。スイッチオン。うわいい感じ。よし。じゃああとはモーターと、あとこの上のカバーですね。若干加工がこの辺必要になってくると思うので、その辺もやっていきたいと思います。よし。ではモーターの前にですね、このステアリング周りちょっと見直しました。さっきの状態だとステアリングは切りすぎて、今回使おうと思うファインスペックだと EPA がないんですよね。でステアリングアームがちょっとぶっ壊れそうな感じだったので、サーブホーンの穴位置で調整したんですけど、この丸型とか初めて使いましたね。でも意外とこれがちょうど良かったですね。ということでですね、モーターですがこいつに付け替えていこうと思います。こちらタミヤの380スポチュン。いや楽しみだな。モータープレートはそのまま使おうかな。このハンダ取っていきます。こっちのプレートも付け替えていこう。硬い。硬い。折れてまった。マジか。工具側が折れた。よかった、取れた。ラジテンの今井さんに手伝ってもらいつつ、モーターぶっ壊しつつ、なんとか無事ピニオン取りました。でこのピニオンですね、同じサイズがなくて、なんかインチなのか独自規格なのかわかんないんですけど、売ってもなくて、いやー危なかった。
ということでですね、気を取り直して続きやっていこう。これも硬いね。よいしょ。あー、よかった、また。めっちゃねじろっくついとるね。よし。お、じゃあタミヤの三八スポチュンつけましょう。いやー、ちょっと今気づいたんですけど、こっちがもともとついてたやつで、こっちが今からつけようとしてるやつ、モーターにこの切りかけがないんですよね。ピニオンが入らんっていうね。ということでピニオンご了承作戦でいきますか。よげ、こんなもんかな。もうちょっと、いや、こんなもんか。バックラッシュも悪くない。これで芋ネジで止めれば大丈夫でしょう。よし、押せますか。こんなもんかな。で、カバーを閉めると。じゃあ、あとは配線をまとめてカバーの加工ですね。やっていこう。まずは仮止めして、電源とこのヒューズは外がいいかな。こんなもんかな。この辺かな。この網網をブチブチまずは切っていく。これでおそらくここがスイッチとヒューズがかわせるはず。よね。あとはサーボ。はい、ということで玉削り終わりましたのでつけていこうと思います。よし。はい、こんな感じでできました。で、あとはですね、気になる点が2点ありまして、まずは1つ目、プロペラシャフトの軸受けだけはベアリングが入ってたんですけど、それ以外の例えばレフの軸受けとか、あとはこういったハブですね、こういった部分にベアリングが入ってなくて、プラスチック同士が擦れ合ってるような状態なんですよね。なのでですね、これをメタルとかベアリングにするのはちょっと大変なので、フリクションが少なくなるように表面をきれいにして、あとはフッ素系のグリスとか、あとはドライループ、そっち系でうまいことやっていこうかなと。で、もう一個ですね、このダンパーなんですけど、多分フリクションでも何でもないただのバネなんですよね。これもですね、今からちょっとズバババッと良さげな感じにしていこうと思います。やっていこう。いやー、やっとできました。疲れた。で、ボディもそのままなのであまり変わり映えしないんですけど、シャーシを見ていただくとこんな感じになってます。タンテックギアのオイルダンパーですね。 CVA ダンパーと、あとはターンバックル、サイズがちょうどよかったのでつけてみました。じゃあちょっとだけ回してみますか。ちゃんと動くかな。やってみよう。いいね、じわじわステアリング切れる。じゃあスロットルの方も行ってみましょう。そんなに変わってない。あ、これ 50% か。100% にするとすごい、だいぶ速くなったんじゃないかな。良さそう。はい、
はいということでですね、今回はちょっと時間がかかってしまって走らせられなかったので少し地味な動画になってしまったんですが、また次回ですねこいつで改めてスピードがどのくらい出るのか見ていきたいと思います。いやー楽しみですね。終わりということで今回もここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあゆかでした。